本ケイクです。今回のテーマは、あなたの強みです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード、A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意してありますので、そちらからご確認ください。選び終わりましたでしょうか？今回は、フォース集というスプレッド、そしてオラクルカードを1枚引きます。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のあなたの強みですね。はい。あなたはですね、とても共感力が高い。人の意見をしっかり受け入れて、それでですね、ちゃんと相手と共にですね、いろいろと考えてあげられる人。はい。でですね、今は相手を受け入れるっていう方に、重きを置いていらっしゃるんですけれども、今後ですね、あなた自身が自分の意思をはっきりと表明する強さっていうのも手に入れることができますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。では、まず過去ですね。こちらがペンタクルの8の逆位置です。はい。様々な邪魔が入りましてですね、目の前のことに集中できなかった時期だったのかなっていうところですね。そうですね。あなた自身がいろいろ頑張っているところにですね、周囲の人だったりですね、例えば他のアクシデントだったりですね、いろんな邪魔が入ってしまいまして、思うようにうまくいかなかったっていうことがあったのかもしれない。はい。そういうところが見えますね。それでは次が現在ですね。はい。カップのエースの逆位置ですね。今はですね、あなた自身不安定な状況、心にですね、穴が開いた状態っていう風になっておりますね。これがですね、あなた自身の優しさとかですね、共感力とかそういうところに関わってくるのかなと思うんですけれども、人のお話だったりですね、そういう風に重きを置きすぎて、その結果ですね、あなた自身が精神的にいろいろと不安定になってしまっているのかなっていうのが感じられますね。きっとですね、周りの人たちのネガティブな思いだとか、そういったところを受け止めすぎてですね、自分自身がカップにですね、いろいろとなみなみと水を注いでいた。だけれども、それがその相手のですね、話したとかそういうところでどんどん水が増えていって、それが溢れ出してしまった状態。カップがですね、こぼれてしまってる状態なんですね。そうなってくると、あなたのその共感力、優しさっていうのがですね、どんどんとですね、崩れていってしまって、それで今はちょっと何もできない喪失感みたいなものがあるのかもしれない。はい、そういったところが感じられますね。ただこれは今落ち込んでらっしゃったり辛い思いをされてらっしゃるっていうことなので、無理にですね、誰かの話を聞いたりですね、人の意見をずっと受け止めるっていう風にしなくてもいいと思いますね。あなたの強みっていうところではあるんですけれども、休めるときはしっかり休んでほしいですね。たまにはですね、お相手の方の意見っていうのもですね、ちょっとですね、ごめんなさいっていう感じでですね、断ってみるっていうことも必要かもしれないです。はい。では次が未来ですね。ソードのクイーンの聖地ですね。はい。現在からいきますと、未来ではですね、あなたは周囲に流されず、意思をはっきり表明することができるようになりますね。ここに来て、しっかりとですね、力強さ、自分の発言に対する自信みたいなものが出てくるんですね。
そうすることでですね、お相手の周囲の方たちの話を聞くだけではなくて、説得力のある、あなた自身の言葉っていうのもですね、伝えることができるようになる。それで、その言葉っていうのはですね、もちろんそのいろんな人にちゃんとですね、届きます。それによって、どんどんとあなたがですね、うまく未来を進んでいけるっていう風にはなると思いますね。では次が周囲ですね。こちらがカップの4の正位置ですね。そうですね。現在のその心に穴が開いた状態っていうところに関わるような人がいらっしゃるみたいですね。ちょっとですね、一緒にいて苦痛を感じる人、もしかしたらその方はあなたにこう愚痴だったりですね、いろんなことを話しすぎてですね、あなたにどんどんと負担をかけてらっしゃる方なのかもしれないですね。そういう方がいらっしゃると、そうですよね。あなた自身のその心が休まる時がないので、苦しいかなと思いますね。そうですね。この後ろにこぼれたカップがある、連続して進んでるような感じですね。あなたの元にあるこぼれたカップと、こちらにあるこぼれたカップ、ですね。これが相手には遠くの方に見えるっていう感じなんですよね。だからあなたが苦しんでるっていうのがうまく見えていなくって、自分はこんだけ苦しいんだっていう風にですね、向こうの方の方ばっかりがですね、話をしてしまう。それであなたのことを苦しんでるっていうのが見えていない。そういう風なアンバランスな関係になっていると、確かに苦痛だと思いますね。ではですね、次が障害ですね。こちらが世界の逆位置ですね。先のビジョンがうまく見えていないっていうことですね。うまくこう未来に向けて自分が何をしたいのか進みたいのかっていうのが見えなくなってる。それはもちろん今かなりご自分に負担がかかってる状態なので、どうしても見えなくなってしまうっていうのはあると思うんですよね。それはですね、もうあなたのせいじゃないと思いますですね。心に穴が開いてしまって何をしていいかわからない。そうですね。やっぱりどう進んでいいのかがわからないっていうことなんですけれども、ただですね、この中でだんだんと自分の意見っていうのを見つけられるっていうことが未来の方で出ておりましたので、必要以上にですね、その自分がどうしたらいいのかっていうことに不安に思う必要はないと思いますね。そのですね、なかなかその自分ばかりが苦しんでる状況っていう風になってらっしゃるので、そうですね、その愚痴だったりですね、あなたに負担をかける方にですね、しっかり今は言えないかもしれないんですけれども、未来ですね、近未来ではあなたはちゃんと意見を言えるっていう風になっておりますので、ですね、弱気にならなくて大丈夫だと思います。しっかりですね、あなたの意見をお相手の方に伝えて、それがちゃんと伝わるっていう風になっておりますので、そのですね、あなたの苦しいからちょっとやめてほしいなっていう気持ちをですね、伝えるっていうことを、そういう風に言っていただけたらなと思いますね。さあ次、最終結果ですね。ペンタクルの7の逆位置ですね。成長できていない焦りがあるっていうことですね。そうですよね。現在のことを考えると、そういうふうな心持ちになってしまって、そういう、最終的な感じになってしまうのかもしれないんですけれども、そうですね。この流れからいきますと、あなたはちゃんと成長ができています。あなたのその優しさ、それだってですね、別にあなたの全てをですね、妨げてるわけではない。ですね。結局その今
嫌だなって思う方がいらっしゃるっていう面があって、それで自分の中で何もできていないっていうのがあるんだと思うんですけれども、あなたの優しさや共感力っていうのはですね、いろんな人を助けてらっしゃる。苦痛に感じない人たちにだってですね、ちゃんとあなたの優しさっていうのは伝わってるはずなんですね。そして今後ですね、あなたは強い意志を持つことができる。そうですね。でですね、成長できてないっていうのが、目に見えて成長できてないっていうのはですね、なかなか自分で見つけるまでには、こういう成長っていうのは、かなりの年月が必要になると思うんですね。人間っていうのは、一日一日、決してですね、停滞し続けるっていうことはないと思うんですよね。何かしら成長はしているはずなんですよ。誰かと話したり、自分の何かをやったりですね。もちろん仕事とかでもそうですよね。もしかしたら同じことの繰り返しって思われてるかもしれないんですけれども、その一日一日の積み重ねがあなた自身を作っている。それは成長しているっていうことだと私は思うんですね。なので、それで、必要以上に焦る必要もないですし、不安に思う必要もないと思いますね。ではですね、最後助言ですね。カップの9の逆位置です。今あるもので満足して大丈夫ですよっていう風になっておりますね。あなたがいろいろとですね、喪失感だったり、成長できていないんじゃないかっていう不安だったりですね、抱えすぎてしまっている。けれどもですね、あなたが今あるもので十分あなたは成長もしてますし、とても素晴らしい方だっていうのが伝わってくるんですね。優しさ、そうですね。そして今後あなたの意思をはっきり表明することができる。そういったちゃんとしたですね、強みがどんどんある。だから別にですね、変に焦って動き出すっていうこともしなくていいです。ただですね、今、嫌だなって思ってらっしゃる方とは、話していただく必要があるかなと思うんですけれども、自分は苦しいからちょっとやめてほしいとかですね、そういう風に伝えていくっていうことは必要だと思うんですけれども、それ以外のこと、それはですね、今のままでも十分、あなた自身にいろんなものをもたらしてますし、きちんとあなたの成長っていうのは続いているっていうことですね。そのあたりですね、ちゃんとご自覚いただければですね、今後はですね、先のビジョンが見えていないっていうことでしたけれども、今後はビジョンもうまく見えてくるんじゃないかなと思いますね。それではオラクルカードですね。オラクルカードはライオンです。みんなから功績を認められる。そういう風に出ておりますね。あなた自身がやってきたこと、頑張ってきたことですね。そして、あなたの強み、そういったところをですね、ちゃんと皆さん見てくださってます。安心してください。そして、あなたの魅力っていうのはですね、ちゃんと自信を持っていただければですね、いくらでも輝けると思います。そうですね。ご不安に思うところもあるかもしれないんですけれども、ちゃんとですね、頑張った分だけ見てくださる人っていうのはたくさんいらっしゃいます。ですね。なので安心して今後もですね、過ごしていただければと思いますね。そうですね。全部を見ていてですね、あなたはとても魅力がある方だとは思うんです。ただそれに、自信がない、いろんな人の邪魔だったりですね、そういうところがあるんだと思うんですけれども、あなたの魅力はですね、決してそれでなくなるものではないです。そしてちゃんと成長もしてらっしゃる。そこも自信を持ってください。ですね。あなたの未来ですね、ちゃんと明るい方向に進んでいけると、そういう風になっていきますので、よろしければですね、こちら参考にされてください。それでは A の結果でした。それでは B の方の結果です。
B の方のあなたの強みですね。はい。あなたの場合はですね、とても責任感が強い。そして、いろんなことをですね、任せられてしっかりできる人っていうところがありますね。うん。なので、いろいろとこう、頼られやすいっていうところがあるんですけれども、今回全体的なものを見てると、それがですね、裏目になってしまってる状況が今続いてらっしゃるのかなっていう不安がありますので、ちょっとそのあたりですね、アドバイスをさせていただこうと思います。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。はい。ではですね、まず、過去。こちらが星の逆位置になりますね。はい。もうこの過去の段階からあなたの場合とても忙しかったんだなっていうのが伝わってまいりますね。生活の方もなかなかこう乱れてしまっていて、いろいろと手につかない状況。ですね。もういろんなことが手一杯になってらっしゃったんでしょうね。もうそれで、本来あなたがやりたいことだとか、そっちの方にちょっと手が出せなかったのかなっていうのがありますね。はい。でですね、次が現在。こちらがワンドのキングの逆位置ですね。過去に続いて現在も手一杯になってらっしゃる。というのが、あなたがですね、とても責任感が強くて、困ってるんですよって言われると、もう、それをですね、じゃあ任せといてっていう感じでですね、任せられたらそれをちゃんともう受けていく。それってすごくいいことなんですけれども、それをしていくことで、あなたの方が、こんな感じじゃなかったのになっていう風な、自分のリズムっていうのがあると思うんですけれども、そのリズムが崩れてしまっている。それで大変な状況になっているっていうところがありますね。これはですね、周りの人たちも本来だったら助けてあげるべきところなんですけれども、できるっていう信頼感っていうのがあるんでしょうね。そういうところからなかなか気づいてくれないっていうのがある。ただこれはですね、もう少し周囲の方っていうのはちゃんと気づいてあげるべきところではあります。はい。ではですね、次が未来ですね。魔術師の逆位置になりますね。はい、そうですね。ここに来てもですね、まだ順調に進んでいないという状況になっておりますね。あなたがやるべきことを全然ですね、進まない。っていうのは、やっぱりいろんなところを任されたりですね。あなたの、そうですね、やらなくていいところまでやってしまう。そういうのがあって、そうですね、未来でもちょっと大変な状況にはなってらっしゃいますね。ここはですね、未来っていうことなので、今後ですね、ご自分で変えていくっていうことはできます。もちろん。はい。それに何が必要かっていうのは、今からちょっとお話していくんですけれども、はい。ちょっとお待ちくださいね。はい。では次が周囲ですね。カップの5の逆位置ですね。やはり頼りがいのあるあなたの周りですから、あなたを当てにしている人がたくさんいらっしゃる状況ですね。で、あなたに任せきりにしてしまう。そういうことで、あなたのしんどさっていうのが全部周りの人たちは気づいていないから、それに対してあなたのその苦しさしんどさっていうのはどんどん上がっていってしまう。そうですね。これは本当に良くないことですね。周囲の方っていうのは、そうですね。あまりこう人のことを見ないというか、もう印象だけで片付けてしまうところがあるんでしょうね。もうこの人だったらやってくれるからっていうところがあって、周囲の人たちはあなたをしっかり見ない。そういう風になってらっしゃるのかなって思いますね。はい。ではですね、障害になるんですけれども、こちらが死神の聖地ですね。そうですね。任されていたこととかがですね、結局白紙に戻ったりですね、そういうのでまたあなたのやりたいことっていうのがどんどん後退していくような感じになってしまう。そういった邪魔が入る可能性がございますね。
そうですね。あれ、やっといて、みたいな感じで言っておいたこと、言われたことが、結局、あれやっぱりなかったことにっていう風になってしまう。もうそれだと振動がとてつもないことになりますよね。これはですね、なかなか厳しいことだと思うんですけれども、これをですね、そうですね。ただ死神っていうのがですね、新たな道に進むっていう変化ですね。大きな変化。新たな、別のところに行くっていうですね、そういう区切りだとか、そういうところにもつながってる部分があるので、もしかしたらですね、ここがですね、ちょっとですね、今カード見てると、あなた自身がいらっしゃる環境っていうのがまず悪いっていう可能性は多分にございますね。なので、その環境から逃げ出す、いなくなるっていうことも考えていく必要がありそうな気がします。はい。で、最終結果になるんですけれども、そうですね。このまま行くと、あなたの物事っていうのは本当に予定通りに進まない。ずーっとこれが続いてる状況ですね。そうですね。あなたのちゃんと責任感がある、いろんなことを任されてもちゃんとやるっていう、その真面目さだったり、そういうところがですね、搾取されてしまっている。それはですね、本当に良くないことだと思いますね。で、あなたのやりたいことができないっていうのもですね、結局あなた自身の、心の充実っていうことにもつながるんですけれども、そこができないので、結局疲弊してしまうだけっていう風になってしまう。そこも心配ですね。なので、どうしていったらいいのかっていうのがですね、先ほど障害のところでもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、それが助言にも入ってたんですよね。これはワンドのエースの逆位置ですね。はい。終わりを受け入れて区切りをつけようっていうことですね。そうですね。あなたの場合ですね、もう、今いるところっていうのが、そもそもあなたのいろんな苦しみの根本を作り出してるっていうところがあるので、まずそこの環境から終わりにするべきところなのかもしれないなっていうのがあるんですね。で、区切りをつけて別のところに進んでいく。っていう必要もありますし、またこれはですね、例えば今任されていること、そういうところをですね、もうこれは終わりましたというふうにですね、自分でも責任感がお強い方なので全部やらなきゃっていう風になってしまうと思うんですけれども、全部やらなきゃってなるとあなたが苦しいだけなので、もうここまでやったら自分はもう終わりですっていう風にちゃんと基準を定めてですね、でその終わりがあったらもうあとは任せてきた人たちにこれでもう自分は終わったのであなたたちに返しますっていう風にですね、そういう風にする必要もあると思いますね。ですね。なんか新たな環境に行くっていうのはなかなか勇気がいるかもしれないんですけれども、そうではなくてですね、そういう風にまず自分が頼まれたことの終わりの基準をつけて、それで自分はここまでやったんだからもうあとは全部あなたたちでやってくださいっていう風にですね、そういう風にすることもできますね。そこはそうなるとちょっと環境っていうのは変わらないかもしれないんですけれども、ある程度ですね、あなたの気持ちっていうのは楽になると思いますね。あなた自身のですね、そうですね、見えてない人たちが多いっていうのがあるので、そこですね、ちゃんと見えるようにした方がいいのかもしれないですね。はい。そうですね。そうなってくるとですね、オラクルカードの方を読ませていただくと、こちらがですね、抗議っていうカードになりますね。抗議する。はい。で、言葉としては革命を始めようっていう風に出てますね。もうあなたに対しては、もう抗議していきましょうっていうことですね。ですね。今の環境にいるにしろ、も
別の環境に行くにしろですね、どちらにせよですね、あなたがこれだけ困ってるんだっていうことをですね、伝える、もうやめてくださいっていうふうにですね、言っていく、抗議していくですね。はい、それがあなたへの革命につながっていく。そうですね。そうなんですよね。全体的なものを見ると、本当にあなたが何でもできる方っていうのがあるので、当てにする人たちがいるっていうのがあるんですけれども、そうですね。あなたの責任感の強さっていうのがですね、せっかくならあなたの強みなのですからね。はい。それを変な感じにですね、搾取されるような感じではなくて、今後は自分のために使っていく。そういう風になるためにも、抗議をしていくっていうことは必要だと思いますね。しっかりですね、あなたは自分の意見を言えるはずなんですよね。責任感も強いし、ちゃんといろんなことを受けられるっていう方なので、ここからここまではもう無理ですっていうふうにですね、伝えていくっていうことも必要だと思います。はい。言いにくいことはですね、言いやすい方に言っていく。いろんな方がいらっしゃると思うのでですね、関係性の中で言いやすい方っていうのは必ず誰かはいらっしゃると思うので、そういう方にまず伝えていくっていうこともいいと思いますね。はい。もしよろしければですね、こちらの方を参考にされてください。それでは B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のあなたの強みですが、あなたはですね、しっかりしてらっしゃる。そして頭の回転も速くて、行動も速く、シャキシャキしてる感じの方ですね。はい。なので、リーダーシップも取りやすいタイプですね。仮にリーダーじゃなかったとしても、いろんな人に指示をしたりとかですね、そういったところで活躍ができるような、そういったタイプの方なんだなっていうのが伝わってまいりました。はい。そのあなたのですね、今後の方を見てまいりましょうね。では、過去ですね。カップの S の聖地ですね。はい。過去にはですね、あなた自身、とても精神的に満ち足りた状況になっております。安定した運気だったのでしょうね。はい。では、現在ですね。はい。カップの2の逆位置ですね。現在ですね、少しあなたの中で情熱が喪失されていらっしゃる。それによってですね、人と話すのがですね、なかなか面倒くさいなっていうところがありそうな感じですね。なんというかやる気が出ないと言いますか、できればですね、あんまり何もしたくないなっていうところがありますね。本来であればあなたの行動力っていうのはかなりあるものなんですけれども、その頑張りがですね、ちょっと疲れが出てらっしゃるのかもしれないですね。休めるときは休んだ方がいいので、今もうめんどくさいな、何もやりたくないなって思われるのであれば、それをですね、そのままにしておくっていうことも必要だと思いますね。はい。休止期間ということで見ていただいたらいいと思います。はい。では次が未来ですね。はい。ソードのクイーンの正位置ですね。はい。未来ではですね、現実を見据えた正しい行動ができます。はい、そうですね。本来のあなた自身が、しっかりしてらっしゃるっていうことなので、このあたりがですね、未来ではしっかり発揮されるっていうことなんでしょうね。ですね。で、現実を見据えたっていうことなので、幅広くですね、いろんな状況を見ながらですね、こうやっていけばいいんだなっていうのがわかるので、困ってる方ですね、状況が見えないなっていう方にもしっかり的確に指示ができる、伝えられるっていう風にはなりますね。はい。そうですね。でですね、次が周囲になりますね。バンドの3の逆位置になりますね。周囲の方がですね、なかなかあなたにとっては思うようにいかないというか、行動が遅いな、何やってるのかなっていう方がいらっしゃるみたいですね。あなたができる方っていうのもあるのでですね、どうしても周りの人っていうのがあんまりゆっくりしてるとちょっとイライラしてしまうっていうのはあるのかもしれないんですけれども、そうですね。こちらの
ティーカップ持って優雅にお茶会みたいな感じになっておりますけれども、少しですね、一息入れまして待ってあげるっていう必要もあるかもしれないですね。では次が障害ですね。はい、こちらは魔術師の正位置ですね。あなたの頭の回転が速いっていうのもあってですね、いろいろと説明するときに不足が出やすいっていうのがあるんですね。あなたの中では分かってらっしゃることが相手には分かってないっていうことがあるんですね。なのでそのあたりですね、しっかり気をつけてお話ししていただくといいかなと思いますね。何か分からなかったらちゃんと分からなかったって言ってほしいとかですね、事前に言っておくとですね、後で言いやすいかなっていうのはあるんですけれども、できればですね、細かく説明しておくと後々ですね、あなた自身もなんであれができてないんだっていう風にはならないかなと思いますね。はい、そうですね。これは本当にあなたの良さがあるからこその周囲の方たちがついていけないっていうところになってしまってるんですけれども、そうですね。そのあたりちょっと説明不足っていう部分をですね、気をつけていただければと思います。では最終結果ですね。こちらが月の正位置ですね。見通しがつかない不安を抱えることになるかもしれないっていうことですね。何かですね、今後やることで、そうですね、しっかりですね、あなたの正しい行動っていうのが進んでいくんですけれども、その中でこれってどうなんだろうなっていうことが出てくるかもしれないですね。現実を見られるちゃんとした現実的な考えの持ち主っていうこともあるので、その中でですね、どうしてもすぐには出ない答えっていうものもあると思うんですね。だからですね、そのあたりは月っていうことなので、最初はですね薄暗い感じにはなっていくんですけれども、いずれは満月になって明るい光でこうと照らしてくれるっていうような感じになりますので、ちゃんと見えてくるっていうのはありますから、焦らずに待っていただくっていう必要があると思いますね。そこはですね、あまり心配しなくても大丈夫だと思います。今後ちゃんと見えてくるっていう風に思っていただければと思いますね。はい。では助言ですね。はい、カップのキングの正位置になりますね。はい、リラックスして進めてくださいっていうことですね。そうですね。あなた自身がいろいろとできる方っていうのがあって、先へ先へ進んでしまうっていうのがあるんですけれども、そこをですね、あまり先走りすぎないようにリラックスして進める必要があると思いますね。深呼吸などしてですね、落ち着いて行動していく、そういうことも必要ですよっていう風になっておりますね。はい。それによってですね、あなたの周りには味方もたくさんそばにおります。はい。もちろんあなたがリーダーシップ取れるっていう方なので、おそらくいろんな方から頼りにされるっていうのもあると思いますので、あなたが困った時にはちゃんと守ってくれる、助けてくださる方がいらっしゃるはずです。はい。ですのでですね、仮にあなたが困ったとしてもですね、しっかり人に頼ってください。自分が全部やらなきゃっていうふうには思わなくて大丈夫です。はい。味方にはちゃんと頼っていくことで、またそこでお互いの信頼関係っていうのも出来上がりますので、助け合いっていうことも必要にしてくださいね。はい。ではですね、はい、オラクルカードですね。こちらが姫ですね。プリンセス。はい。あなたはですね、あなた自身の騎士になれます。はい。そうですね。あなたはお姫様かもしれない。もしかしたらお城の中で誰かを待ってるお姫様かもしれないけれども、でもあなたはそれだけじゃない、ちゃんと行動ができる人。騎士のようにですね、ソードを持って、はい、ちゃんと戦える人です。もちろんそうですよね。
あなたがちゃんとできる方っていうのがですね、ずっと全部のカードを見ていても伝わってまいりますので、そうですね、そのあなた自身がそのままで素晴らしいんだっていうことをですね、忘れないでほしいなと思いますね。はい。行動できることはやはり素晴らしいことです。そうですね。全体的なものを見ておりますとですね、あなた自身がしっかりしてらっしゃるから安定しているっていうのはあるんですけれども、ただですね、できない人をあまり責めすぎないでリラックスして動いていくことは必要だと思いますね。そういう方もいるんだよっていう風にですね、思っていただくといいと思います。あなたができすぎるくらいなので、すごい方なんだと思います。はい。あなたがすごいっていうことを分かった上で、他の方っていうのがいろいろいらっしゃるんだなっていうことも理解していただくといいと思いますね。はい。そうすることによって、周りの人ともどんどんと関係性もうまくいきますし、そうですね。で、あなたの行動力っていうものは、そのままでいてほしいなと思いますので、変なトラブルを作らないようにするためにもですね、そういうふうに思っていただくのも必要かと思います。はい。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。それでは C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。